こんにちは。今回はキャンピングカーで旅をする際に我が家がですね、実際に車中泊の場所を探す時、それからその探した車中泊先をどうやって見つけるかっていうところですね、実際の探し方、選定の仕方、そちらをご紹介していきたいなと思っております。どんな場所で車中泊をしているかっていうところで、こちらですね、大きく分けてシンプルに2つ、有料か無料か、この2つですね、私たちが選んでいる場所になります。で、1つ目の無料、こちらの代表例としましては道の駅、それからですねサービスエリア、パーキング、あとですね無料のキャンプ場っていうものが代表例としてあります。有料のところで代表例を挙げますと、有料の車中泊スポット、RV パークとかですかね。あとは有料のキャンプ場、こちらをですね実際に使っております。無料と有料のメリットをそれぞれ説明していきたいと思います。まず無料のいいところは3点ありまして、1点目がもちろんね無料なので、車中泊の費用全て含めても安価で車中泊することができるというのが1点目で、2点目が予約が不要なので自由に行動することができる。3点目がサービスエリア、パーキング、それからですね一部の道の駅では大型の駐車場がありまして、大型のキャンピングカーも止めることができると。実際にあったこととしては、大型のキャンピングカーの方と一緒に行動することがありまして、なかなか大型の止める場所がないんですけども、こういうところは大型専用の駐車場があったりするので、そういう面ではすごい助かった経験があります。で、有料のメリットについても同じように3点ありまして、1点目が電源やシャワー、それから温泉などのものがついている高規格な場所ですね。こちら RV パークもキャンプ場も、そういった高規格な設備があるところ。2点目としては事前にネットや電話で予約することができると。3点目としてはゴミを捨てられる、それから水の給排水ができる設備が整った場所もあると。実際にあった出来事で言うと、1週間の長期の旅をしていた時に、水の給排水やゴミを捨てたり、車の充電などをするのに中継拠点として役立ちました。どんな場所でね車中泊をしてるかっていうところで、無料か有料かで、こちらをそれぞれねメリットデメリットっていうところでまとめると、無料の駐車場はねとてもね手軽に車中泊することができる、これがすごいいいところで、ただね一方で人気なのでその分場所が取れなかったりとか、そういった混雑することはちょっとあるかなと。で、有料の駐車場を使うときはやっぱりね設備が整ってて、安心して車中泊することができる。ただその分ですねどうしてもやっぱ費用かかりますので、安いところで2000円から5000円ぐらいかな RV パークは。で、キャンプ場は逆に今3000円ぐらいから8000円ぐらいのところですかね、今まで私たちが使ったところでも、そういったところで、私たちは車中泊を行っております。2点目としましては車中泊場所の探し方、こちらをですねご紹介していきたいと思います。こちらに関しましては1点目が探し方で、2点目がその探した場所を確認するとき、レビューを確認するって形ですね。こちらを説明していきたいと思います。まず1点目なんですけども、アプリやねサイトを使ってその場所をね探しております。で、実際にどんなアプリを使ってるかっていうのを実際に画面を見ながら説明していきたいと思います。こちらですね、ドライブ P マップ、こちらをね私たちはよく使っております。で、これねどんなアプリかと言いますと、こんな感じでですね、道の駅、それから RV パーク、ちょっと拡大すると温泉の場所が出たりすると。こちらを使ってですね実際に場所をね探したりしております。このマップね結構昔からありまして、結構更新もね細かに行われているので、私たちねどっか行くときはこういうのを使ってよく探しております。行った場所とかはですねこういうね赤いレ点とかつけれて実際にねマーキングするとか、そういうことができます。こちらのねアプリのいいところは、結構ね温泉とかでもこうやってね入浴時間が出てたりとか料金が出てたりとかですね、結構ね細かいことが書いてあったりします。で、この後ねちょっとまた説明するんですけども、道の駅とかだとね、あと RV パークとかもそうかな、標高がね実は書かれてて、こんな感じですね。標高 350m とか、こういった標高がですね実はねちょっとこの後で説明するところで使ったりするデータになります。で、あとはですねパーキングの台数、こういったものもですね書かれているので、すごい目安になるかなと思います。こちらね僕は無料バージョンを使ってるんですけども、どうやらねサブスクで有料バージョンを契約するとその他パーキングとか、オートキャンプ場、それからサービスエリアとか、
他にもね、なんか探せるところが増えるみたいなので、またね、どんどん便利になるのかなと。正直無料バージョンでも全然ね、私たちはこれでもこと足りてますけど、そういった拡張要素もありますので、すごくね、使いやすいアプリかなと思います。はい。で、2つ目にご紹介したいのが NAP。こちらですね、今 NAP の画面が出てると思うんですけども、キャンプ場のね、検索サイトになります。こちらはですね、自分の行きたいところ、調べて、例えば群馬だったらこんな感じで群馬とか群馬のすべて、あと日程ですね、入れて、3月の13、14とか。で、キャンプ場を探すって押すと、こんな感じでですね、キャンプ場の種類がいっぱい出てくると。で、これ便利なのが、ここからですね、選んで、そのまんまネットで予約することができるというようなサイトになっております。実際まだ2回ぐらいしか使ったことないんですけども、やっぱりね、こういうのでね、予約できるっていうのはすごい便利かなと思っております。こちらのね、NAPがすごくいいなと思ったところが、こういった感じでですね、キャンプ場を探すと、写真とかですね、こういったサイトの方のホームページの写真だとか、あとはですね、ユーザーさんの写真とかもこうやって出てきますので、すごく見やすいかなと思っております。あとはですね、Google マップ。こちらね、この間のデメリットのところでも少しお話ししたんですけども、駐車場をね、探すときに使ってたんですけども、同じようにですね、キャンプ場とか、あと RV パークとかっていうワードを入れて探すと、Google マップ上でもですね、その位置が出ますので、結構ね、それも使いやすくて見やすいです。で、Google マップのいいところは、今紹介したね、アプリやサイトには載っていないところっていうのも出てきたりしますので、結構ね、その辺が他のアプリとかと違うところかなと思っております。あとはですね、実際に位置関係とかね、見るときにすごいね、Google マップっていうのはやっぱ距離感が分かりやすくて、よく使っているアプリになります。実際にキャンプ場車中泊ってワードを入れて検索をして、ブログとかそういう行った方の情報が載ってたりとかするので、そういうのを見てトラブルはないかとか、実際の使い方とかね、そういうのを見て、確認しております。最後のね、3点目になります。で、3点目が車中泊場所のね、選定時に実際にね、確認していることというところになります。こちらはですね、無料のところ、有料のところ、どちらもですね、共通して同じことを確認してますので、そういったところでね、目安にしていただければと思います。で、まずね、車中泊のね、選定する際に気をつけていることとして2点。まず設備の関連、それから立地の関連。こちら2点をですね、確認しております。で、具体的にね、どんなことを見てるかっていうと、設備関連で、3つありまして、設備関連1としましては、車のね、サイズ問題。これも駐車場の時と一緒ですね。駐車場の問題の時と一緒で、まず車が入るかどうかっていうのと、今回ね、車中泊っていうところなので、傾斜、駐車場が斜めになってないかっていう、傾斜を確認しております。で、設備の関連2つ目としましては、トイレがね、まずはちゃんとあるかどうか。トイレの有無ですね。こちらを確認しております。で、ここでね、気をつけていただきたいのが、夜間ね、トイレが空いてるかどうかとか、あと冬はですね、冬季になりますと、凍結の問題がありまして、トイレとかね、水道が使えないとかね、やっぱね、そういう場所もありますので、そういったところを確認しております。3つ目としましては、シャワーやね、温泉、それらのね、入浴施設があるかどうか。で、これね、特にね、自分が泊まろうとしているところの設備の中にあるかどうか。例えば、キャンプ場の中にあるかどうかとか、RV パークもそうですね。当然ないところもありますので、ないところの場合は、近隣にね、例えば歩いて行けるぐらいの距離にあるのかどうかとか、そういったところを確認しております。実際にはキャンピングカーを買った当初ぐらいの時に、何も調べずに行ったんですけど、その時は泊まった先が夜間だとトイレが真っ暗でライト、そうね、携帯のライトとか、そうああいう手持ちのものがないとトイレに行けなかったっていうのもあったよね。そう、実際にね、そういう本当のね、街灯がない、もう街灯がなかったんですよね。もう夜間が街灯消えちゃってて、駐車場自体が真っ暗。そう、外も真っ暗、トイレも真っ暗。トイレがどこにあるのかも見えないようなところが実際にありました。そういったね、ことが過去にありましたので、最近はね、こういったところを気をつけて調べております。2点目の立地関連のところなんですけども、こちらですね、季節にね、関連するところもありまして、まずはね、夏はですね、標高の高いところを狙っております。こちらはですね、もう単純に標高がね、高いところっていうのは当然涼しいので、私たちはね、家庭用エアコンのついてない、車両になりますので、そういったね、涼しいところっていうのを優先的にね、やっぱ夏は探しております。そちらを探すのにあたって、先ほどのね、アプリの紹介したところの、標高何メーターっていうのをね、実際に見ながら場所を選んだりとかもしております。で、逆に冬はですね、路面がね、凍結してるところ、凍
結しやすいところ、それこそねやっぱね標高の高いところとかになりやすいんですけども、山奥とかね、そういった路面の凍結が朝ねするようなところっていうのを逆に避けております。こちらね単純についこの間まで私たちサットレスっていうのを買ったことなくて、ずっと夏タイヤで過ごしてましたので、やっぱねそういう凍結するところ、雪がある場所っていうのが怖かったので避けておりました。冬はね路面が凍結するところっていうのは、先ほどねちょっと言ったトイレのね凍結とか、そういったところもね当然考えられますので、なるべくね避けて探しておりました。でね立地関連のね3つ目としましては、大雨やね台風、こちらもねやっぱり季節もののねところもあるんですけども、大雨とかね台風がどうしてもね旅の途中で急に発生するとか全然やっぱありますので、そういった時は河川ね、川関係が近くにないかっていうのはやっぱり見ております。どうしてもね大雨が降りますと、特に山あいとかだと河川がね増水増幅してきますので、子供も一緒にいて旅をしているので、怖いのもありますので避けてね、場所を選ぶようにしております。実際にあったところだと、夏場は、先ほど言ったようにエアコンがないので 1000m 以上の場所に泊まって、でその時は結構ね20度以下とかね、あって、すごい涼しくてエアコンなくてもなんかちょっと肌寒いぐらいで寝れてすごい過ごしやすかった。そうですね、夏場はねどうしてもね気温が真夏で行ったので、もう本当に日中は30度近い30度超えとかするような日でも、そういったね標高の高いところ行くと最高でね18とか17度ぐらいあったかな、だったので、ちょっと半袖だと寒いぐらい、夜はもう寒いぐらいの場所がやっぱりねありまして、すごいね過ごしやすかった経験があります。ちょっと最後にね番外編というところで一番ね印象に残った車中泊スポットっていうのを紹介しようかなと思っております。でこちらね僕とママ1点ずつ紹介しようかなと思います。でまずねママの方から。私の印象に残ってる車中泊スポットは、RV パークなんですけど、夏に行ってて、でそこ割と標高が高くて涼しかったのと、温泉もすごい大きかったっていうのもあって、で夜はちょうどその時はなんとか流星群っていうのがあって、でそこは標高が高いおかげで空が澄んでて、初めてその時に流れ星を見た。で結構感動した覚えが。そこまではいい思い出なんですけど、朝方3時4時ぐらいにウコッケイなのかな、コケコッコって泣いてて、朝の早いお目覚めのアラームが鳴ってわかんない、鶏かな。あれ朝本当何時ぐらい、4時ぐらいで、車の窓なりだったんで、窓なりだったんで、すごい印象的に残って、車の窓なりでもうずっとね繰り返し泣いてるから、なんかねそういう機械音っていうかアラームなのかなと思って、これ誰がアラーム鳴らしてんだろうっていうようなすごい爆音で鳴ってんなと思ってて、それがねまさかねリアルなね声だったんだよね。だから朝ね強い方とかはおすすめだよ結局全然ね悪いところとかねなんかそういうあれじゃないんですけど、すごい印象的だったなと。自然を感じる場所っていうのはただね場所としてはねすごくいいとこだったんで、本当温泉も綺麗だし、トイレとかもねちゃんと24時間あって、ちゃんとした室内のトイレだったんで、すごい場所はいいとこなんですけど、アラームだけはまた印象が残るアラーム。あれは結構印象的な場所だったよね、僕がね一番印象に残った車中泊スポットっていうところでは、いろいろねうちも行かせていただいたので、もう本当いろんなとこ行ったんですけども、やっぱ一番は海のね近くで、泊まれる RV パーク、新潟の方の RV パークマリンドームだったかな、あそこがすごい印象的で、RV パークの設備としては、正直言うと、そんなにすごい方ではないんですよ。普通というか、電源があって近くのキャンプ場でシャワーがあるとかね、そのぐらいのレベルだったんですけども、やっぱね海のね真ん前にねこうあるっていうのがすごい印象的だなっていうのがありました。で特にねその日は前の日が雨降ってたんだけど、朝ね晴れててすごいね朝日とか綺麗に見えて、僕の中でねすごい印象の残ってる RV パークになります。でその RV パークは道の駅の中に、RV パークがありまして、カニのねなんか食べ放題なのかな、時期になるとね食べ放題とかね、結構カニがいっぱい露店じゃないけどそう結構ね出てて、有名なねところで、ちょっとねそこではね僕らはカニがね僕らあんま得意じゃなかったんで、ちょっと買うか悩んだんですけども、実家がねたまたま親がねカニが好きだったんで、そこでね確かまとめて買ってった覚えが記憶にある、で結構ね道の駅の中では加工1か2番目ぐらいで多分お金を使った場所であろうと数万円使った道の駅なので、すごいねそういった意味でも印象が残ってる場所かなと思います。カニだけじゃなくて他の魚も魚介もすごいいっぱい売ってて、ね、なんか新潟結構ああいうとこいいのかな、
ね。いいとこだよね。なので、僕がね印象に残ってるのはそこの RV パーク、確かマリンドームさんかなっていう場所になります。最後にですね、今回の動画、車中泊場所の選定、それから探し方のまとめとしましては、まずね、一つ目、無料でも有料でも、まずはですね、車中泊場所をアプリとかでね、探すと。で、それから二つ目が、そのね、探した場所のホームページだとか、あとユーザーレビュー、ブログとかですね、そういったもので、設備、それから立地の関連を確認していくと。本当にこの二つがね、一番大事かなと思っております。で、この二つで場所を決めて、車中泊をするというのが、我が家がですね、一番実践している方法になります。ただですね、今回のね、この探し方とか、その選定の仕方っていうのは、あくまでも我が家での事例になりますので、もしね、皆さんの中でもっとね、こんな簡単な方法がありますよとか、こういうことで細かくね、調べられますよとか、そういったね、方法もね、もちろんあるかと思いますので、ぜひね、そういったのもコメント欄とかでね、書いて、教えていただけたら嬉しいです。でね、今後はですね、車中泊のね、ルーティン、今回ね、ご紹介させていただいた、こういったね、選定方法とか探し方を使いながら、実際に車中泊をしてみるみたいな、そういったなんか車中泊のルーティンみたいなね、そういう動画もね、ご紹介できたらいいかなと思っております。またですね、今回ね、あんまり触れなかったんですけども、キャンピングカーのね、選び方とかね、そういったところも、車中泊のスタンスによって決めるところが違うのかなと思いますので、そういったね、キャンピングカーの買うときはね、こういうことに気をつけました、みたいな、そういったこともね、紹介できればなと思っております。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。またね、次回の動画でもよろしくお願いします。どこだっけ？1点目はこちらから。どんな場所で車中泊？すごい格好で寝てる。うーちゃんですね、撮影の途中からもうお休みタイムです。いつも撮影の途中で寝てるよね。最初ね、ちゃんとね、ベッドで寝ようとするんだけどね、結局ここで寝る。早く旅に行きたい。チャンネル登録よろしくお願いします。片ボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。